こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は6月7日に開催された Xbox ゲームショーケースで発表されたゲームパスタイトルを発売日順にまとめてご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ヘイローキャンペーンエボルブの発売日が7月29日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。2001年に初代 Xbox でリリースされたヘイロー1作目のフルリメイク作品です。今回のリメイクはアンリアルエンジン5を用いて開発されており、グラフィックを全面的に刷新。その他にも完全新作となるストーリーミッションを3つ追加しているだけではなく、後続タイトルに登場したバトルライフルやニードルライフルなど9つの武器も新たに追加。さらにはスプリント機能も1作目としては初めて導入される形となります。また1作目では初のオンライン最大4人までの協力プレイにも対応。ヘイローは協力プレイが楽しいゲームでもあるので、こちらはすごく嬉しいですね。レゾナンス・ア・プレイグテイル・レガシーの発売日が8月28日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。プレイグテイルシリーズの3作目となる最新作です。本作ではシリーズ2作目、プレイグテイル・レクイエムの15年前の物語が描かれます。前作までと比較して戦闘面が大幅に強化されることが明かされており、シリーズでおなじみのパズル要素はもちろん、ハリーや回避を駆使した激しい近接戦を楽しめるとのことです。2作目は現在ゲームパスに対応しているので、未プレイの方は試してみてはいかがでしょうか。ストーリーがね、すごい、本当にすごい良かったですね。バローモーティスが発表されました。9月24日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。19世紀ヨーロッパを舞台にしたソウルライクアクションゲームです。本作では回避やパリー、とどめの一撃など、ソウルライクでおなじみのアクションを駆使して敵と戦い、世界の秘密を暴いていくこととなります。名作アクションゲームゴーストランナーの開発者の方が手掛ける作品とのことで、私ゴーストランナー大好きなので今作もとても楽しみにしています。結構容赦ない難易度になりそうですね。マインクラフトダンジョンズ2の発売日が9月29日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。2020年にリリースされたマイクラの世界を題材にしたハクスラアクションゲームの続編ですね。様々な武器や能力を入手し、どんどんと装備をアップグレードしながら自動生成のダンジョンを攻略していく作品です。マイクラを題材にしているということもあってか、前作はかなり遊びやすい作りで、悪く言えばもうちょっとボリュームが欲しかったかなという感じの手触りだったので、続編がどう進化しているのかも注目です。本作は最大4人協力プレイに対応し、オンラインでもオフラインでもフレンドと一緒に楽しむことができますよ。Gears of War E-Day の発売日が10月7日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。Gears of War 1作目の14年前を舞台にした Gears シリーズ、実に7年ぶりの続編です。本作ではGearsが本来持っていたホラーに近い要素を復活させており、暗い空間への潜入やローカストの恐怖などを描くと明かされています。ゲームシステムとしては動作全般が一から作り直され、隙間などをより素早く動くことができるようになっている他にも、Gearsとしては初めてジャンプが可能に、ショットガンやチェーンソーを用いた近接戦の激しい攻防がよりスピーディーになっています。なお本作はマルチプレイヤーオープンベータの開催も決定。オープンベータの先行アクセスは8月6日から8月10日の期間に実施されます。こちらのオープンベータは本作を予約した方とゲームパスアルティメット PC ゲームパス加入者が参加できるとのことです。毎回恒例のGearsのオープンベータ。新時代のGearsの手触りはもちろんですが、ベータにも日本語音声に対応するというチェックがついているので、そちらで日本語音声がどんな感じかも確認できるかもしれませんね。Gears大好きなので本当に楽しみにしています。
ウォーロン2が発表されました。2027年初頭発売。発売日初日からゲームパスに対応します。チーム忍者が手掛ける三国志を題材にしたソウルライク系のアクションゲームです。前作は敵の攻撃を弾く、いわゆるパリーをメインにして戦うソウルライクではあるものの、ガードしながらでもパリーができたり、パリーのタイミングが優しかったりなど、全体的にかなり遊びやすかった作品です。戦闘システムは良かったんだけど、敵の種類の少なさが欠点だった前作からどのくらい進化しているのかにも注目ですね。また、サプライズとして前作のウォーロン、ボールンダイナスティがショーケース直後からゲームパスに追加されています。前作まだ未プレイだったという方は、今回を機に触ってみてはいかがでしょうか。ペルソナ4リバイバルの発売日が2月18日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。ペルソナ4のリメイク作品です。いやー、ついに発売日が決定しましたね。今回のリメイクはビータで発売されたペルソナ4ザ・ゴールデンのフルリメイクと明言されており、ゴールデンの要素も収録されることが決定しています。グラフィックはもちろん UI を現代風に作り直し、バトルの方では新戦術を追加していたり、キャラクターのさらなる魅力に触れられる新たなイベントも追加。ボイスはすべて新録となっている他にも、オリジナル版にはなかった新曲も収録されています。大好きなペルソナ4のリメイク、ものすごく楽しみにしています。4のみんなにまた会える。フェイブルの発売日が2月24日に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox を代表する RPG、フェイブルのリブート作品です。プレイヤーの行動や選択によって悪にも英雄にもなれるファンタジー RPG ですね。高い自由度が魅力の今作。元々の発売時期は今年の秋を予定していましたが、秋はあまりにも大作がリリースされすぎるという理由で、来年の2月まで延期が決定した作品でもあります。発売までもうしばらくかかりますが、本当に秋はもう手一杯ですし、じっくりと完成を待ちたいですね。ジョイナスが発表されました。2027年3月発売。発売日初日からゲームパスに対応します。最大4人協力プレイに対応したオープンワールドサバイバルゲームです。本作の主人公はカルト教団の指導者。プレイヤーは指導者として農業やクラフトなどを行いながら教団を大きくしていくこととなります。様々な重機を利用した激しい戦闘も楽しめるとのことですよ。スパイロ・ア・レルム・ビヨンドが発表されました。2027年春発売。発売日初日からゲームパスに対応します。もともとはサンセットオーバードライブやスパイダーマンなどでおなじみのインソムニアックゲームズが手掛けた 3D アクションゲームです。今回かなり久しぶりに新作が発売されることが決定しました。本作は旧作のファンもこれまでスパイロを触ったことがない方でも楽しめる作品になると明かされています。スパイロは本当に操作していて気持ちいいアクションが魅力なんですよね。ただ前作と同様に今作も現時点では日本語には未対応になると公表されています。ビバリウムが発表されました。2027年発売。発売日初日からゲームパスに対応します。70年代の日本のアニメから影響を受けて作られたアドベンチャーゲームです。日本では松竹ゲームズがプロモーション協力を行うとも明かされており、日本語への対応も決定しています。本作は前編が手書きのアニメーションで作られていて、ゲームプレイ部分もムービーの作がそのままに自由に操作できるのが特徴となっています。また、すごい独特な作品が登場しましたね。バッドマグパイが発表されました。2027年発売。発売日初日からゲームパスに対応します。見下ろし視点の 3D パズルアドベンチャーゲームです。主人公は羽が片方しかない鳥のカササギ。本作では小さなオープンワールドを舞台にいろんなものをつっつくことによってアクションを起こし、
ピカピカ光るものを探しながら自由に探索を行うことができます。ゲーム中にはセリフが一切ないとのことで、直感的なトリアクションが楽しめそうですね。クロックワークレボリューションの発売時期が2027年に決定。発売日初日からゲームパスに対応します。時空を超越する能力を利用できる一人称視点の RPG です。本作では時間を遡ることによって様々な時空を冒険し、行動や選択を変えて未来をも変化させていく物語を楽しむことができます。なお、今作はギアーズ E レイと同様に Xbox 独占タイトルとなり、他機種ではリリースされないと明言されました。マジシャンズ・ザ・デビルズ・ディールが発表されました。2027年発売日初日からゲームパスに対応します。本作は悪魔と契約したマジシャンが主人公のストーリーを中心にした FPS ゲームです。マジシャンが主人公ということもあって、様々なマジックやトランプなどを利用したアクションで敵との戦いに挑んでいくこととなります。いろんな戦闘スタイルが楽しめそうな作品ですね。ステートオブディケイ3の発売時期が2027年に決定しました。発売日初日からゲームパスに対応します。ゾンビで溢れた世界を舞台にしたオープンワールドサバイバルゲームです。2020年に発表されてから随分経ちましたが、改めて今回2027年発売とアナウンスされました。ただ前作は日本語には未対応、そして今回も現時点のストア表記では日本語未対応となることが明らかになっています。Xbox ファーストタイトルですし、字幕だけでも日本語に対応してほしいところですね。テヌアが発表されました。発売日初日からゲームパスに対応します。精神疾患の苦しみをゲームとして描いたアクションゲームヘルブレイドシリーズの最新作です。こちらは2が2024年に発売されたばかりなので、もう新作かと感じちゃいますね。今回ヘルブレイド3というタイトルではなく、テヌアと題したのには意図があって、ヘルブレイドとは異なり、戦闘の要素に深みを持たせたアクションスタイルのゲームになると明かされています。前作は圧倒的な映像表現が見事だった今シリーズ。果たしてどんな続編となるか気になりますね。ペルソナ6が初公開されました。なんと発売日初日からゲームパスに対応します。こちらはとにかくめちゃくちゃ驚きましたね。ペルソナ5以来、実に10年ぶりとなるナンバリング新作がついに発表。さらにペルソナの完全新作がゲームパスで遊べるっていうのは、今回の発表では詳細は明かされませんでしたが、ダークな雰囲気の PV とともに6のメインカラーが緑になることが明かされました。4リバイバルを楽しみにしながら6の続報を待ちたいですね。そして Xbox 本体の限定版となる Xbox シリーズ X25 リミテッドエディションが発表されました。11月発売予定です。こちらは Xbox25 周年を祝う特別なデザインの本体ですね。本体容量は 1TB でディスクドライブを搭載。性能的には現行の Xbox シリーズ X と変わりはありません。また、コントローラーの方は単品での販売も行われる予定とのことです。その他にも今回のショーケースではクレイジータクシーの新作クレイジータクシーワールドツアーなどゲームパスには対応しないけど新しく発表された最新作も多数ありました。今回の動画はゲームパス対応作品でまとめましたが、ゲームパス対応でない作品についてもまた今後別の機会でご紹介できればと思います。ということで今回は Xbox ゲームショーケースで発表された最新情報をまとめてご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、それにレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。あと X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。